スキニージーンズ履くと、ここがポヨンってなると足短く見えるんですよね。ここに隙間がないと。こんにちは、はこです。今日は内ももについてお話ししたいと思います。内もものね、タルタルが気になるとかね、なんかこうくっついてるボヨボヨみたいなのがね、気になるっていう方ね、多いと思います。で、何を隠そう。私も内ももね、すごい気になってた一人なんですよね。で、前もね、太もものこの前側が張っていてね、気になっていましたっていうお話したと思うんですけど、こっちもね、もちろん気になっていました。ね、スキニージーンズ履くと、ここがポヨンってなると足短く見えるんですよね。ここに隙間がないと。なので、スキニージーンズも昔はね、履けませんでした。内ももを引き締めたいと思っている方は、多分エクササイズをね、すごい頑張ってされてる方がね、多いと思います。で、私ももちろんエクササイズもしたし、マッサージもしたし、あれも履きましたよね。着圧もね、履きましたし、いろいろやったんですけど、なかなかね、ここのたるみっていうのは取れなかったんですよね。私もバレエね、踊りますし、ヨガやね、ストレッチ、エクササイズもします。なので、使ってると思ってました。で、皆さんからもね、よく、でも先生使ってるでしょって言われるんですけど、足もね、ここまで上がるし、開脚もね、180度できるんですけど、それは引き伸ばしてただけなんですよね、ここの筋肉の繊維を。で、引き伸ばすのと使うのって別の話ですよね。他ね、動きに確かに使ってたと思うんですけど、使うっていうよりかは固めてたっていう方がね、正しいと思います。実際に使うんじゃなくて、引き伸ばすか固めるかだけをやっていたので、日常生活の中で内ももをね、使うっていうことがなかったんですね。そう考えると、たるんでも、仕方ないですよね。使ってないんですもんね。で、使うっていうと、やっぱり皆さんエクササイズだって思うと思うんですけど、エクササイズって、内もものエクササイズって、皆さんそんなにします？日常生活の中で。しないですよね。でも、歩くとか、ね、走るとか、立つ座るとかの日常動作っていうのはいつもするわけですよね。日常動作の中で、ここが使えるかどうかっていうのが、内もものタルタルに関わってきます。で、それに気がついたのは、股関節と骨盤がね、きちんと動いて、歩くときに使えるっていうことができるようになってきて、初めて、あれ？最近、内ももがどうもたるまないっていうことに気がついたんですね。で、それも別に内ももを細くしたくって、歩き方を変えたわけではなくて、股関節が自然と動いて、上半身と連動して動いて、歩き方が変わったことで、自然と内ももが使われるようになっていたんですね。それが日常生活になっていって、内ももが日常生活の中で使われていったので、自然とタルタルがいなくなったっていうことなんですね。今日はちょっと皆さんに実験してもらいたいことがあるので、体感をしていただきたいと思います。で、じゃあ歩く中でね、いつ内ももが使われているのかっていうと、後ろに足が伸びた時なんですけど、これ普通に後ろにね、足を伸ばしている分だと、ちょっと感じにくいので、よくある皆さんのね、動きをやってみたいと思います。このね、つま先が、ちょっと外足です。ちょっと外向いてる状態。このままで、普通に歩く人って多いと思うんですよね。私のスタジオに来るお客さんも、結構皆さん、つま先外向けたままね、歩く方が多いです。で、私は、もともとバレエでね、外足にするのが癖になってるので、もうこんなんですよ。こんな感じで歩いてました。もうどこ行ってもこうです。
だから後ろの足は当然こういう風に伸びてたんですね。で、本来の歩くメカニズムからいくとですね、後ろに抜けるときって、こっちの脇がこう来るので、ちょっとこう内足、内旋してるんですね。これをちょっとね、実験してみたいと思います。じゃあ、後ろに伸ばした足を外足にしてみてください。で、内もも触ってみてください。ほら。たるってませんね。で、じゃあ、こっちを前にして、ちょっと内足にすると、触ってみてください。ほら。張りありません？なんか使ってる感ありますよね。もう一回。はい。たる。お、使ってる。ね。タルと使ってる。ちょっと違いがね、分かったと思います。で、私はまさにこう歩いていたので、全くもって使ってなかったわけですよね。ここ日常生活で。だからいくらね、ジャンプしたりとか、バレエやって筋トレしたって、全然ここを使うっていう動作はね、してなかったんですね、自分の中で。それが自然と普通に歩けるようになったことで、内もものタルタルがなくなっていったっていうお話を今日はね、ぜひ皆さんにお伝えしたくって、お話ししました。で、次回はですね、じゃあ、そうやって歩く。自然とここが使われる歩き方っていうのはどうやってやったらいいかっていうのをお伝えしたいと思います。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。